はい、始まりました。今夜も私たちのレイトナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。こんばんは。今日もよろしくお願いします。のぞみ、今日の収録の前にね、ちょっと聞いてほしいんだけど、何？私さっきまでずっと洗濯物を畳もうかどうか迷ってたの。迷う？やればいいじゃん。それがね、わかってるんだけどさ、なんかもう見ただけで、めんどくさいって思っちゃって。はい、出ました。めんどくさい。日本人が一日に何回言うかわからないあの言葉ね。そうそう。それで今日のテーマはズバリめんどくさい。おー、いいテーマだね。これ日本語を勉強している人は絶対聞いたことあると思う。ね、アニメでもドラマでもめちゃくちゃ出てくるよね。でもさ、めんどくさいって本当の意味ちゃんと知ってる人少ないかもしれない。確かに。辞書で引くとトラブルサムとかバザサムって出てくるんだけど、それだけじゃ全然足りない気がする。もっといろんな場面で使うし、感情の幅も広いよね。ということで、今日はめんどくさいの意味とか使い方とか、あと日本人がどうしてこんなにめんどくさいっていうのか、その辺を話していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあまずね、基本から。めんどくさいって漢字で書くと、面倒くさい。面倒、つまりトラブルみたいな意味の言葉に臭いがついてる。そう、この臭いは、臭いの臭いじゃなくて、何々のような感じがするっていう意味なの。面白いよね。めんどくさいだけじゃなくて、うさんくさいとか、照れくさいとか、いろいろあるよね。あるある。で、めんどくさいの一番基本的な意味は、何かをするのがちょっと大変、エネルギーがいる、やりたくないっていう感じ。例えば、お皿洗うのめんどくさいとか、メール返すのめんどくさいとか。髪乾かすのめんどくさい。これ私めっちゃ言う。わかる。お風呂入った後ね。そうそう。で、大体なのはさ、めんどくさいはできないじゃないんだよね。それ大事。やればできる。でもやる気が出ない、エネルギーを使いたくないっていう感じ。英語で言うと、I can't be bothered が一番近いかも。それいいね。めんどくさいには、その can't be bothered の気持ちが入ってる。なるほどね。でね、めんどくさいって物事だけじゃなくて人にも使えるの。それそれ。あの人めんどくさいってよく言うよね。言う。これはね、その人と話したり付き合ったりするのが疲れるっていう意味。ちょっと悪口っぽいけどね。ちょっとね。例えば、細かいことですぐ怒る人とか、いつも文句を言ってる人。そういう人いる。そういう人に対して、あの人めんどくさいなーって。あとね、めんどくさい性格って言い方もするよね。する。自分に対しても使う。私めんどくさい性格だからって。それちょっと自虐的だけど、実は自己分析してる感じ。そうそう。私のことをわかるのは大変ですよっていう意味で使ったりね。あと状況にも使うよね。話がめんどくさいことになったとか。ややこしいっていう意味にも使いね。複雑で解決するのが大変みたいな。だからめんどくさいって一つの言葉でいろんなことを表せるんだよね。便利な言葉なんだよ、実は。でさ、ここからが面白いんだけど、日本人って本当にめんどくさいをよく言うよね。言うね。私も一日に何回言ってるか数えたら怖い。どうしてだと思う？私が思うのはね、日本の生活って実は細かいルールとか気を使うことが多いからじゃないかな。例えば？ゴミの分別とか。それ。ペットボトルはラベルを剥がしてキャップを取って中を洗ってっていう。そうそう。それ全部やると正直めんどくさい。確かに。あと人間関係でも気を使うことが多いよね。敬語とか、年上の人への接し方とか。返信のタイミングとか。LINE の返信、早すぎてもダメ、遅すぎてもダメみたいな。それある。だからいろんなところでめんどくさいって感じる機会が多いのかも。でね、私が思うのは、めんどくさい言葉には日本人のある感情が入ってる気がする。ある感情？本当はやらなくていいならやりたくない。でもやらなきゃいけないからやるっていうちょっと諦めた感じ。わかる。やるけどさ、気持ちはちょっと重いよっていう。そう。その気持ちをさらっと表現できるのがめんどくさいなんだよね。英語だともっと具体的に説明しないと伝わらない感じ？かもね。I have to do it, but I really don't want to って長いもん。めんどくさいの一言で済む。便利。でね、もう一つ面白いのはね、めんどくさいって悪い意味だけじゃないの。どういうこと？例えば、職人さんとかがさ、すごく時間をかけて丁寧に物を作るでしょ？あれって外から見るとめんどくさいことをわざわざやってるわけじゃん。確かに、機械でやれば早いのに手でやるとか。そう。
でもそういうめんどくさいことを大事にするのが日本の文化の一つでもあるんだよね。なるほどね。お茶とかお花とか書道とか、みんなめんどくさい作法があるもんね。でもそのめんどくさいを通して何か大事なものを感じるみたいな。深い。だから日本人ってめんどくさいって言いながら、実はめんどくさいことが嫌いじゃなかったりする。矛盾してる。そう、矛盾してるの。言いながらちゃんとやる。口では文句を言うけど手は動いてる。まあ、外から見るとだけどね。お花とか書道とかしない人から見たらの話だね。でも、めんどくさいって言葉はただやりたくないっていう意味じゃなくて、もうちょっと複雑な感情が入ってるのかも。そうそう。じゃあさ、めんどくさいをどう使えばいいのかな？まあカジュアルな場面で使う言葉だから、友達や家族と話すときに使うのが自然じゃない？敬語じゃないもんね。丁寧に言うなら面倒ですとか大変ですとか、そっちを使う方がいい。そうそう。でも、ビジネスの場で面倒ですっていうのもちょっと失礼だわ。間違いない。で、注意してほしいのは、人に対してめんどくさいっていうとき。あ、本人の前で言ったらダメだよね。絶対ダメ。あなたってめんどくさい人ですね、なんて超失礼。喧嘩になる。でも、物事や状況に対しては結構気軽に使っていいと思う。今日仕事めんどくさいなとか。独り言みたいに言うのもありだよね。ありあり。あとね、めんどくさがりっていう言葉もあって。あ、それ。めんどくさがりはめんどくさいことが嫌いな人っていう意味。私めんどくさがりだからってよく言うよね。言う。これは自己紹介的に使える。だから細かいことが苦手ですみたいな感じで。自分の性格を説明するときに便利。じゃあ今日のまとめ的な感じでリスナーの人に何かヒントあげたい。そうだね。まず、めんどくさいを聞いたら、必ずしも本当にやりたくないっていう意味じゃないかもって思ってほしい。あ、そうだね。口癖のように言っちゃうもん。そう。日本人がめんどくさいって言っても、ちゃんとやってくれることが多いから心配しなくていい。愚痴みたいな感じで言ってる場合もあるよね。そう。で、もし日本人の友達がめんどくさいって言ってたら、わかるとか、そうだよねって共感してあげると会話が弾むと思う。あ、それいいね。共感の文化だもんね、日本は。めんどくさいよねって返すだけで友達感が一気にアップする。便利なフレーズだ。はい。ということで、今日はめんどくさいについて話してきました。一つの言葉の奥にいろんな感情とか文化が入ってて面白かったね。ねえ。皆さんも今日めんどくさいと思ったことありましたか？コメントで教えてくださいね。じゃあまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。